意を決して高いカメラを買ったのになんかいい写真いい映像撮れないんだよなっていうコメントめちゃくちゃ来ます。僕も本当にいろんなカメラたくさん買ってきましたけど、新しいカメラとか買っても極端にやっぱクオリティって変わるわけではないんですよね。じゃあ何でクオリティが変わるのか、今日はそこを深掘りしていきます。どうもケイスケです。今日はですね、新しいカメラを買った時の話ですね。冒頭でも言った通りなんですけども、意を決してカメラを買って、なんだけどなんとなくいい写真動画が撮れないぞというコメント本当にたくさん来ます。最近さ、カメラ高いじゃん。ね、なんかちょっと前までよ、僕がちっちゃい頃って、一番最初に EOS KISS っていうカメラをね買ったんですよ。でそれ確かメルカリとかで買ったんですけど、多分3万円ぐらいで中古で買ったんですよね。今はさ、そんなこと多分できないじゃん。もちろん当時のそのめちゃくちゃ古いカメラだったらその3万円ぐらいで手に入るかもしれないんですけども、そうではなく、今のこう自分たちのスタンダードに合わせて、例えばある程度動画写真が撮れて、Wi-Fi が使えるとかになってくると10万超えてきたりしますよね。物価も上がってるし、それはそうなんですけども、やっぱりそれだけある程度値段のするものを買うってなると結構決意が必要なのに、こうカメラでうまく撮れないからやめちゃうっていう人がいるのがもうめちゃくちゃもどかしいんですよね。もったいないなってすごく思っています。なのでですね、今回は僕なりにいろいろ分析してみた結果、新しいカメラを買って、じゃあいい写真いい映像を撮るためにはどうしたらいいんじゃ、どこら辺改善したらいいのか、そして設定どうしたらいいのかっていうのを自分なりに考えて組んで今回ご紹介しようと思いますので、ぜひ最後まで見ていってください。でちなみにですね、これ後でも紹介するんですけど、カメラで画質が変わるかでいうと、もちろん写真とか映像画質変わるんですけども、一眼カメラとかの場合は特にレンズの方が画質に大きく影響します。画質っていうと結構定義が曖昧なので、写真の印象っていう方がもしかしたら正しいのかもしれないんですけども、それはカメラ本体よりもやっぱレンズの方が相関性があると思っております。その辺も深掘っていきますので、何回か見直しながら見てくれると嬉しいなと思います。早速いきましょう。ケイスケの動画。はい、でここから解説していくんですけども、いい写真いい映像ってなんぞやっていう話ですよね。そもそもそこがさ、分かってないと判断もできないじゃないですか。極端に言うと、本当にまずそこを理解することがすごく大事なんですよね。なので僕は普段から写真集をたくさん見たりとか、インスタグラムでもいい写真とかあったらすぐに保存したりとか、じゃあこれって同じように撮るにはどうしたらいいんだみたいな試行錯誤を繰り返して、今ねたくさん写真とか動画を撮っています。めちゃくちゃ自分がうまいかでいうとまだまだ実力足りないなとは思ってはいるんですけども、とはいえなんか自分ではこう納得できる写真が最近撮れるようになってきて、ちょっと嬉しいなと思っています。で一般的にいい写真、ちょっとねこの定義も曖昧だと思うんですけども、いい写真にしていくために必要な要素、僕はねまず3つあると思っています。で1個は光。写真とか動画ってもう極論光を撮ってるんで、光を切り取ってるだけなので、この光が良くないともちろん物も良くならないんですよ。なので、今後光っていうのが一番大事です。でその次に大事なのがやっぱり構図はすごく大事で、特にですね最近はスマートフォンとか使ってて、スマートフォンとカメラのこう違いでなかなか構図が決められないって人も多いと思うんですよね。なのでその構図ってところもちょっと詳しく話したいなと思います。で3つ目が色味です。これはですね、実を言うと王道のやり方ではないと僕は思ってはいるんですけども、僕はこの色味大好きで、なんでこういう色味にしてるかっていうのも含めてちょっとね、後ほどご紹介していきます。ケイスケの動画。はい、ここから3つ詳しくご紹介していくんですけども、さっきの順番で言うと多分光から先に紹介しそうなんですけども、構図からいきます。いやいや順番逆になってますやん、なんでやねんと思うかもしれないんですけども、これなんでかの話で言うと、光ってあんまコントロールできないんですよ。要は初めてカメラを買ったって人が、じゃあこっから照明バーン買ってライトいっぱい焚いて写真撮るぞとはならないじゃないですか。そうではなくて、普通に日常の今身の回りにあるものを撮影するということが多い中で、これってコントロールできないことの方が多かったりするんですよね。なので光っていうのはめちゃくちゃというか一番大事なポイントなんだけども、ただコントロールできないということで、まずコントロールできる部分、構図からお話ししていきます。でここから構図というか、僕が話したいのは正直言うと構図から一歩入って歪みっていうものの話なんですよね。で、普通カメラを買うとキットレ
レンズとか、一眼カメラを買うとそういうのがついてきたりとかするし、あとは最近のカメラ、普通にコンパクトデジタルカメラとかだと大体広角から始まります。例えば僕の推してるキヤノンパワーショット V1 っていうカメラも広角 16mm っていうね、だいぶ広角から撮影ができるし、あとは人気の GR4 とかですね、その辺も 28mm ってまあ大体広角なんですよ。スマートフォンと同じぐらいの広さで撮影ができるというものなんですけども、このねスマホと同じ広さぐらいっていうのがめちゃくちゃ厄介。なんで厄介かっていうと、これ一般的に広角っていう話になると思うんですけども、その広角の場合って端っこが歪むんですよ。要はこれもね広角レンズで撮影してるんだけど、顔がここにあるよりもこう分かる？こっちの方が顔歪んでるじゃん。歪んでないかな。例えば手をここに置くのとここに置くのじゃ全然印象違くない？ほら、指伸びてる感じするでしょ。こんな感じなので、広く撮れるレンズっていうのはやっぱ端っこに行くほど歪むんですよね。なんだけどこう構図とかで事前に入れた知識、3分割構図ってなんか3分の1のところに物を置くとおしゃれに撮れるんだみたいな話を実践しちゃうと歪むんですよ。綺麗に撮れないのね。で僕は結構日の丸構図っていうもので撮影することもすごく多いです。日の丸構図っていうのは要は被写体を真ん中に置く写真のことですね。こういう写真のことを言うんですけども、なんでこれで普段撮ることが多いかっていうと、やっぱり真ん中が全然歪まないからなんですよね。これは広角レンズでも望遠レンズでもいろんなレンズを使ってるシーンでもやっぱ真ん中っていうのは変わりづらいというのがあるので、被写体をなるべく真ん中で捉えてあげるっていうのは一個セオリーとしてあるのかなっていうふうに思います。なので話を戻して初めてカメラ買った場合に置き換えるとですね、大体カメラ買うとキットレンズっていうのがついたりとか広角のレンズぐらいで普通に端っこに寄せて撮っちゃう。それをなるべくそうじゃなくて真ん中に寄せてあげる、もしくは広角ではなくちょっと望遠側にしてしまう。一眼カメラだったらこれね、今持ってるのが 28mm っていう広さ、 28mm って広角なんですけども、70mm っていう中望遠っていうね、かなり寄った形まで撮影ができるので、これで50mm とか 70mm とかその辺まで寄ってあげちゃう。そうすると歪みっていうのが少なくなるので、その状態で撮影してあげる。でそれでもちろん例えば入らなくなってしまう、テーブルのもの撮りたいのにこれね広い画角だったら入るけど、こうやって70mm とか望遠にしたら入らない場合は立つんですよ。立つわけ。立って離れるんですよ。でそれで撮影するとすごく綺麗に撮れやすくなります。つまりは簡単に解決策だけ欲しいっていう場合は広角をあんまり使わずちょっと望遠目を使ってあげるといいのかなと思います。例えばスマートフォンでも、だいたい最近は iPhone とかだとさ 28mm とか書いてあったりすると思うんですけども、そうではなく 50mm あたりを使ってあげると少しすっきりした写真になりやすいです。ケイスケの動画で、ここまで構図というか歪みの話をしてきたんで、次に光の話ですね。光に関しては覚えておいてほしい大原則がまず1個あって、太陽光が最強だってこと。人間って太陽光で当てられた被写体を撮る、被写体を見るっていうのがやっぱ一番綺麗に見えます。太陽光っていうのは何かっていうと、めちゃくちゃ遠くにある一点の光からバーって降り注いでる状態のことですよね。今これは結構ね、その辺にもう本当に近くにライトがあるんですが、太陽ってめちゃくちゃ遠くにあるからここに来るときには相対的に大きくなってるんですよね。なのでそれを再現するために大きいライトっていうのを使っています。でわざわざこのライトとかを使えってわけではなくて、あくまで太陽光がすごくいいよってことだけ理解していれば、例えば下から光を当たったものはやっぱ綺麗に見えない、綺麗に見えづらいっていうのが理解できると思うので、なんとなく太陽光が最強だなっていうのを分かってくれれば嬉しいなと思います。でその上でじゃあメインの太陽光、メインの光っていうのがどの方向から当たってますか、めっちゃ大事ですよね。はい、まっすぐ当たってる、今僕がこうやって前で話しててこうやって真正面から当たってるものを、順光と行ったりします。でそれが例えばこっちから光がメインに当たってればサイド光、後ろから当たってれば逆光、この辺から当たってれば反逆光とか行ったりしますけども、それぞれ特徴を言うと、順光前から当たってる場合は一番コントラストが高かったりはっきりした鮮やかなフレッシュな印象になります。逆に後ろから逆光とか反逆光目に当たってると、ちょっと陰影がついた、暗い印象、逆に言うとエモい印象とかそういうのになってきます。でじゃあどんな写真がいいのっていう時に、自分で日中思い浮かべてみて、どの光が好きか考えてみてください。なんか朝の光が好きなのか、昼の光が好きなのか、それとも夕方の光が好きなのか、どれが好きかっていうのを考えてみて、僕は結構夕方の日が沈む夕
日の時間好きなんですよね。あれって夕方でちょっと太陽が沈んできて、こういう風にサイドからちょっと低い位置から入ってくる光、これがめちゃくちゃ綺麗なんですよね。それを順光とかではなく横、サイド光ぐらいで撮ってあげる、こういう写真が僕はすごく大好きです。なのでどれが好きかっていうのは人それぞれ好みがあると思うんですけども、僕の場合はこういうサイド光が好きなので、例えばカフェでちょっとした写真を撮りたいっていう場合は、なるべく窓際に座って、こうやって例えばね、スイーツを撮る場合に、こっち側もしくはこっち側から光がこう差し込む状態、こっちから入ってればこういうサイド光になるじゃないですか。ね、そういう形でちょっと窓際を撮ったりすることが多いのかなというふうに思います。特にね、食事とかカフェとかそういうシーンではちょっと反逆光目で撮影してあげると、その光の反射っていうのが映ってシズル感っていうのを出してくれたりもするので、そういう撮影の方法もおすすめですね。ぜひ一番でかい光、一番明るい光はどっから差し込んでるのかなっていうのを見ながら撮影してみると、ちょっとレベルが上がると思います。ケイスケの動画で、ここまで構図とか光の話もしてきたと思うんですけど、最後色味です。で、結局僕の中でやっぱ写真の色ってすごく大事な重要な要素なんですよね。本当に色味っていうのは魔法だと思って、一見何の変哲もない写真が色を入れただけでめちゃくちゃ美しく、めちゃくちゃよく見えてしまう、本当に魔法みたいな印象、悪く言うとごまかしでもあると思うんですけども、そのぐらいできてしまうパワーがあるのが色味っていう存在です。で、僕の場合は写真でも動画でもオリジナルのね、色っていうのを作って、今も販売してたりとかもするんですけども、それも自分がただ残してる思い出っていうのをより良いものにしたいからなんですよね。さっきの構図とか光の話って、いつでも何時でもそれを意識して撮れるかっていうと、そうではないじゃないですか。ある程度写真が上手くなるために基本的な基礎っていうのは取り入れて、もちろんそれをベースに撮影はするけど、そうじゃない瞬間にこそいい瞬間が現れる時ってあるじゃないですか。でもそれも残したいじゃん。そう思うのよ、僕は。だからそういうのをじゃあより良いものにするために何をしたらいいかっていうと、色味だと思っていて、その色味っていうのを本当に研究してきて、で、僕は大きな旅行に行ったら、その旅行でこの旅行の色っていうのを自分の写真とか動画に落とし込みたいなと思って、写真のライトルームプリセットだったりとか、あとは動画のラットっていうのを作ってるんですよね。なので本当にここは勉強してよかったなと思ってます。で、簡単なやり方としては本当に課金するのが早いとは思います。もちろんこんな話をすると、僕はね、販売してる分セールストークかって思うんですけども、思ってもらってもいいんだけど、一発買っちゃえばそれでいい色が出るわけじゃないですか。で、僕もね、死ぬほど買ってきたよ。今までほんと10万じゃ足りないぐらい色には課金してきました。いろんな人のライトルームプリセットとか、いろんな人のラットっていうのを購入して、これはこういう色味なんだ、すごいこれにこう当てたらいいんだみたいなのをしっかり勉強して、で、自分のものにしてきて、で、さらに新しく自分で作るというフローを経てきました。で、もちろんみんながそこまでやる必要はないとは思うんだけども、じゃあ簡単に手に入れるならどうしたらいいかでいうと、買えば早いですよね。で、それ以外に無料でやる方法としてどんなものがあるかでいうと、アプリを使うこと、ライトルームプリセットとかも結局ね、課金にはなっちゃうんだけど、ライトルームっていう写真の現像ソフトっていうのがあって、そこで色を入れるとか、あとはスマートフォンのアプリで、例えばビスコ VSCO とか、そういうのでちょっとフィルム調の写真にしてあげるとか、動画だったら、キャップカットとか、その辺にもフィルターがあるので、そういうので入れてあげるくらいはできると思います。ただ本格的に使ってみたいっていう人は、僕みたいに開発をするか、あとは他の人のものを買うか、この2択が楽だし簡単なんじゃないかなと思います。で、結局この色ってやっぱ簡単に手に入れる方がいいじゃないですかね、とは本当に思っているので、ぜひ気になる方は買ってみてほしいなと思います。あとは他に僕がね、ライトルームでいい色を作る方法とか、そういう動画もたくさん上げておりますので、そういう動画でちょっと勉強してやってみるとか、いうのもありかなと思いますので、それもね、ぜひね、概要欄に貼っておくので、動画見てくれると嬉しいなと思います。ケイスケの動画。はい、ここまでたくさん喋ってきて、もうちょっと喋り疲れてき始めてるんですけども、今見てくださってる人はきっとね、カメラ初心者の方、カメラ買ったばっかなんだよっていう人も多いと思うので、ちょっとしたカメラの設定、普段使ってる設定っていうののアドバイスもしておくと、カメラを使うとき、僕はですね、普段は A モードっていうので使っています。この A モード何かっていうと、写真とか動画の明るさを決める要素が3つあるんですけども、1つが F 値ってやつ。要はこのレンズの穴っていうのがあるんですけども、これ絞り穴っていうのかな、これがどのぐらい大きく開きますかっていうのが F 値で、次はシャッタースピード、この中のシャッターの幕っていうのがどのぐらいの速度、どのぐらいの時間空いてますかっていうもので、あとは ISO ですね。 ISO っていうのは数字が上がれば上がるほど写真とか動画は明るくなるんですけども、ノイズが乗ってしまうって
っていうもので、原理としてはちょっと違うんですけども、光を増幅させてるみたいなイメージでやると分かりやすいのかなと思います。で、この3つのうちの F 値だけは自分で決めて、残り2つはオートでやりますよっていう方法で僕は普段使っています。で、なんでかっていうと、この F 値っていうのは明るさ以外にボケ感も変わるんですよね。で、最初やっぱカメラ買った時ってボケ感を調整するのが一番気持ちいいじゃないですか。なんかちょっと背景ボケてる写真ってやっぱいいじゃないですか。どれが被写体か分かりやすいし。なのでそのボケ感っていうのだけ調整して、あとはオートでやってくれよっていう方法で撮影しています。動画の場合はフルマニュアル、全部のね、シャッタースピードも F 値も ISO も全部マニュアルで操作はしてるんですけども、写真に関してはこの A モードっていうのを使っています。で、写真の A モードを使う時のおすすめの設定が低速限界っていうのを決めることができます。これ例えば撮影していて室内に入ったとか暗いところに行ってしまった場合にシャッタースピードをどこまで下げますかっていうのを決められるんですよね。これを僕はだいたい125分の1ぐらいにしています。で、なんで125分の1かっていうと、125分の1ぐらいにしとくとブレないんですよ。結局さ、家帰ってみていっぱい写真撮ったのにめっちゃブレてるが最悪じゃないですか。最悪なんで、そういう風にならないように125分の1ぐらいをシャッタースピードの最低の限界としています。で、それ以上下げたい場合、例えば店内に入ってこれちょっと暗すぎるなと思ったりとか、あとは日が暮れてきてちょっとさすがに普通にオートでは撮れないぞっていう風になった時は M モード、マニュアルのモードにして撮影をするようにしてます。そうすると F 値も一番明るくできたりとか、シャッタースピードも、このシーンは手ブレしないからシャッタースピード125分の1じゃなくて、60分の1もうちょい遅くしてもブレないかみたいなことができたりするので、そういう風に使い分けています。始め方は人それぞれだとは思うんですけども、やっぱフルオートだとカメラが何をやってるかっていうのはちょっと分かりづらいと思いますので、ぜひまずこの A モードは使ってみてほしいなと思います。ケイスケの動画、はい、ということで熱く語りすぎました。ここまで、カメラ新しく買った人に向けて、いろいろ話してきましたが、僕が本当に思ってることはたった一つで、やめないでほしいんですよ。やっぱせっかくカメラ買ったんだからさ、せっかく意を決してカメラ買ってもう1週間とかそこらで持ち歩きたくなくなったわって悲しいじゃないですか。そんなことにはやっぱりしたくないので、今回のご紹介した方法っていうのをぜひね実践してもらえればと思います。でですね、もしつまずいたものとかあればコメントくれると嬉しいなと思います。 YouTube 最新の動画とかにね、コメントくれればなるべく見るようにしておりますので、ぜひ本当につまずいたらコメントいただければなるべく返しておりますので、そこのところをぜひよろしくお願いします。ということで今回はこの辺にしたいと思います。今回の動画がいいと思ってくれた方は高評価ボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。